こんにちは、皆様、土の再生ってどうしてらっしゃいますか？ガーデニングしていると土ってものすごく使えますよね。いい土は高いですし、捨てるに捨てれないっていうのもありますので、100% 土は全部再生してます。土の再生をしてからは、赤玉土とか鹿沼土は、買ってるんですけども、培養土は一切買わなくなりました。土を再生するとすごく経済的にもいいですし、ちゃんと発酵させてバクテリアとかがしっかりといるいい土になるので、すごくおすすめなので、今日はその方法を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまず材料ですね。カルスという発酵資材を使っていきます。こちらはね、楽天で購入しています。2番目は米ぬかですね。小さい方が 300g で、大きい方が 600g になりますね。今日は 600g 使っていきたいと思います。米ぬかも発酵資材として使っていきます。近所のお米屋さんで、だいたい 100g10 円ぐらいで購入しています。3番目はコーヒーのカスですね。こちらはいい肥料になるということで使っていますけども、あってもなくても大丈夫だと思います。ペーパーフィルターも分解するので、ペーパーごと特に乾燥させずに入れています。4番目は残砂ですね。こちらはですね、植物のゴミですね。庭で採れた花がら摘みをしたものや剪定枝や葉っぱなど全部ここに入れています。あとは根っこですとか虫ですね。芋虫などはもう潰したりしないで全部ここにそのまま入れています。あとは病気の植物ですね。うどんこ病にかかった葉っぱなどもここにそのまま入れています。5番目は古い土ですね。こちらは、ふるいにかける必要はありません。細かい根っこや虫の卵など、大きい根っこもですけども、すべて善玉菌の餌になります。次はあるとすごく便利だなと思う道具ですね。1つ目はこのコンポストです。遠目で見るとこんな感じになってるんですけども、隣がですね、これは犬のトイレも設置してありますね。庭の端っこにこのように設置してあるんですけども、剪定したりとか植物のゴミが出たら全てここにポイポイ入れてってますね。虫とかも全てここに入れてます。ここでは発酵はさせていませんね。前はここでも発酵させてたんですけども、カルスを使った発酵がすごく臭すぎて、あの時は本当にコンポストを開けるのがすごく苦痛でしたね。なので不織布コンポストに入れて発酵するようにしました。こちらの不織布のコンポストに入れてしまえば、もう開ける必要はありませんし、混ぜ返しもしませんので、匂いもほとんど気にならなくなりましたね。はい、次は手順ですね。まず残砂をある程度細かくします。そして米ぬか、カルス、残砂、土をしっかり混ぜていくということですね。ある程度植物から水分が出てたりするので、必要であればあんまりパサパサしているようであれば水も混ぜていきます。あと注意事項として、石灰は入れないということですね。石灰は殺菌効果があるので、善玉菌も死んでしまうということで入れません。ただ有機石灰であればカルスを入れるタイミングと同時でなければ使っていいということでした。今の見えている状態ですと、土がだいぶ少ないですね。下の方に土が溜まっているので、この後下の土としっかり混ぜて不織布コンポストに入れています。で、不織布コンポストは雨の当たらない軒下などに置いといた方がいいと思います。雨が当たる場所ですと不織布が劣化していくので、それの予防もあります。そしてゆっくりと自然に乾燥させることで腐敗に傾くことを防いでくれると思います。
こうしている土からは高温の水蒸気が出てきますので、そのまま直置きするとウッドデッキを傷めてしまうんですね。なので、直置きはしないで、このウッドタイルなどを300、400円ぐらいで売っていると思うんですけども、そういったものを、間に置いて、その上に不織布コンポストを置いていただくのがいいと思います。そして嫌気性細菌の活性化のためなんですけども、混ぜ返しは不要です。絶対に混ぜてはいけないということではないですけども、定期的に混ぜたりする必要はないということですね。はい、そして配合の方はアバウトでも OK ですね。カルスをですね、規定量、メーカーさんがおすすめする規定量を使えば1週間ほどで使用可能なんですけども、いつも1ヶ月以上は保存しているので、あまり気にしないで、割と少ない量で発酵させています。山かなファームさんという YouTube で見た時は、植木鉢1個分の土に対してカルス 100g 使っていたんですけども、今回は10号鉢2個分以上の土と残砂に対してカルス 100g 使っています。で、植物のゴミはどんどん出てきますので、不織布コンポストが2つあってもなかなか足りなくて、このようにできた土はウッドデッキの下で布団カバーに入れて保存しています。で、ここに入れたまま数ヶ月保存する場合もあるので、その場合バクテリアはどうなっているのかなと思って、カルスのリサール鉱山さんに問い合わせてみたんですけども、その場合はやはりかなり菌の活性が落ちているので、使う1週間ぐらい前にまたカルスを混ぜて1週間ぐらい置いて発酵させてから使った方がいいというふうにアドバイスはいただきました。けれども私の場合は突発的に使いたいことの方が多いんですね。1週間も待てないっていうことが多いので、なので植え付けの時に木作液や液体の堆肥を使って、土作りをしてでバクテリアを増やしていくような感じでやっていきたいなというふうに思っています。本当はカルスの菌を使った方が生育はいいかもしれないんですけども、私のこの使い方の場合はカルスには分解者として仕事をしてもらうという感じになっているのかなと思います。善玉菌たっぷりの土がどうして植物に良いかと言いますと、まずは病気の菌を食べてくれる。これは連作障害の予防にもつながります。そして土がふかふかになって水はけなども良くなって酸素もよく取り込みますので、根の成長が促進されます。それにより植物もどんどん元気になって虫や病気に強い植物になります。そして土壌の中の死骸などあらゆる有機物を分解して肥料にしてくれます。近年は世界情勢の影響で化成肥料の価格が高騰しており、食糧危機の恐れなども言われています。そんな中で有機肥料やぼかしを使った有機栽培やバクテリアなどで植物を強くすることで農薬を減らしていく無農薬減農薬栽培に注目が集まっています。こうした発酵資材を使った土の再生は有機栽培をより効果的な効率的なものにしてくれるのではないかなと思っています。ちなみにコンポストの中には直接土は入れないで、このような大きな不織布の袋に、土や再生したいものを入れて劣化を防いでいます。結構ね、高い買い物なので、買い直さなくて済むようにしたいなと思っています。ちなみに有効微生物でしっかりと発酵できた土は森林のようなとってもいい匂いがします。これは成功ですね。一方で腐敗に傾いた土はドブのような臭い匂いがします。これは失敗なので、もう一度カルスや米ぬかや土などを混ぜて発酵し直します。
長い動画になってしまいましたが、ご視聴ありがとうございました。普段は庭の Vlog をメインでやっておりますが、このような解説動画も時々やっていきたいと思います。もともと本当に専門知識のないガーデニング2年目の初心者ですが、自分なりに調べてアレンジ実践して良かったなと思うものを皆様に紹介させていただけたらいいなと思っています。この動画が良かったなと思ってくださる方がもしいらっしゃれば、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。